メーカーパーティストのはるかです。今回はクマカバー、ニキビカバーをメインにコンシーラーの使い方をご紹介します。最近購入してよかったおすすめのコンシーラーを使用してメイクを仕上げていきますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらは下地クッションファンデを薄く塗っている状態です。目の下のクマ、小鼻の赤み、ニキビ跡による色ムラをコンシーラーで半眼カバーしていきます。今回は最近購入した韓国コスメブリンググローの2つのコンシーラーを使用していきます。まずはブリングミックスマッチコンシーラーをクマカバーとして使用していきますが、先にクマカバーのコンシーラーの使い分けについてご紹介します。青クマはオレンジやピンクで血色感を出してカバーし、茶クマはベージュやイエローの馴染みのいいカラーでカバーします。黒クマは明るめのベージュ系やパール入りのタイプで明るく仕上げてカバーします。目元は皮膚が薄く乾燥しやすい点と動きが多い部分なのでリキッドやクリームタイプがおすすめです。こちらはクリームタイプのパレット型4色のコンシーラーで、上の2色はベージュ系、下の2色はピーチ系のカラーなので、混ぜて明るさを調節したり、お悩み別で使い分けができます。ブリンググローは韓国のメーカーパーティストイスルさんが手掛けるブランドで、以前からインスタを見ていて新作のコンシーラーが気になったので購入しました。下の2色のカラーを混ぜて明るさを調節してもいいですし、今回は左の明るいカラーを使用して青クマをカバーしていきます。肌にのせる前に手の甲やスパチュラの上で量を調節します。目の下のクマの部分全体に塗ってカバーします。この時はコンシーラーブラシを寝かせて使用し、量が多いと崩れる原因になるので、ごく少量を薄く塗っていきます。次に明るいカラーのコンシーラーを使用します。コンシーラーブラシの側面にコンシーラーを少量取り、クマの境目にのみ塗るのがポイントです。クマの境目は人によって違うので、鏡でしっかりご確認いただいて、立体的にへこんでいる部分を見つけてください。その後、ブラシを寝かせてぼかしすぎない程度になじませながら密着させます。境目のへこんで影になっている部分に明るいカラーを塗ることで、ハイライト効果によって凹凸をカバーして、クマを目立たなくさせることができるので、2色使いがおすすめです。人は目の下の三角ゾーンを見て肌が綺麗かを判断するとも言われていますので、クマをカバーすることでメイク全体が綺麗に見えますし、クマが気にならない方も三角ゾーンを明るく仕上げることがおすすめです。次にベージュのカラーで小鼻の赤みをカバーしていきます。先ほどだけではなく、毎回コンシーラーを肌にのせる前に手の甲やスパチュラの上で量を調節してください。細かい部分はコンシーラーブラシを立てて使用し、丁寧に塗っていきます。頬のニキビ跡による色ムラや細かいそばかすが広範囲にある場合は、ブラシを寝かせてポンポンと軽く叩くように使用すると密着させながらカバーしていくことができます。こちらのコンシーラーでニキビ跡や口角なども仕上げることができますが、今回は次にご紹介するペンシルタイプのコンシーラーで仕上げていきます。コンシーラーペンシル01ライトは繰り出しタイプでスルスルっと滑らかな描き心地です。塗った部分にピタッと密着してよれにくいので、ニキビやニキビ跡、部分的なシミやそばかすなどをカバーするのにおすすめのコンシーラーです。応用の使い方として涙袋やアイブロウの輪郭を強調させることもできるので、この後実際に使用してお見せします。カバー力がとても高く、さらっとした仕上がりで、マスクに擦れてもメイク崩れがしにくいと思います。ニキビ跡のカバーをしていきます。このようにニキビやニキビ跡はカバーしたい部分からはみ出さないで塗ることがポイントです。リキッドやクリームタイプのコンシーラーをブラシで塗るのが難しいという方でも、ペンシルタイプはピンポイントで塗ることができるので、簡単に使用できると思います。クッションファンデで仕上げた時にパフに余ってるくらいのごく少量のファンデで軽く重ねて仕上げると綺麗になじみます。口角部分の唇のアウトラインを描くと唇の輪郭が綺麗に仕上がります。この時もクッション用パフでなじませると指でぼかすよりも綺麗になじみ密着させることができます。仕上げにフェイスパウダーを使用して密着させます。
この時にコンシーラーでカバーした部分をブラシで強くくるくる動かしてしまうと、せっかくカバーした部分が取れてしまうので、カバーした部分は優しくポンポンと乗せるように密着させます。半眼コンシーラーを使用して、半眼はコンシーラーを使用してない状態のままです。応用の使い方として涙袋にコンシーラーを塗ります。しっとりタイプのコンシーラーを塗ると逆にアイメイク崩れの原因になってしまうので、このようにさらっと仕上がるタイプのものがおすすめです。明るく仕上がり、涙袋が強調され、上からグリッターのアイシャドウを重ねるとピタッと密着してラメ飛びもしにくくしてくれます。目を大きく見せたい時やレッドリップを使用する時などに使うメイク方法で、粘膜部分にアンダーラインのように描くと光が反射して白目をきれいに見せることができます。眉尻側の下のライン、上のラインを描くとメリハリのあるふんわり眉に仕上げることもできます。クリームタイプやリキッドタイプのコンシーラーで仕上げることもできますが、ペンシルタイプの方が崩れにくくておすすめです。何もついていないコンシーラーブラシでなじませると自然に仕上がります。コンシーラーを使用している方、していない方で比べるとほんの少しの違いだとしても、このようにコンシーラーを使用することでメイク全体がくすみ感のない明るい印象に仕上がり、ベースメイクが綺麗に仕上がることによってポイントメイクが映えて、それぞれのパーツを強調させることができます。コンシーラーを使用する上での全体的なポイントとしては、薄く塗ること、はみ出さないで塗ること、お悩みに合わせてカラーとテクスチャーの使い分けをすることがポイントになります。コンシーラーを使用していない方はこのようにニキビ跡がカバーしきれていないので、こちらもコンシーラーペンシルでカバーしていきます。この時もカバーしたい赤みの部分よりもはみ出さないように塗って、上からクッション用パフでポンポンと軽くなじませて密着させると綺麗に仕上がります。フェイスパウダーの上から使用してもよれずに仕上がるので、メイク直しでも使用できますし、濃いニキビ跡やシミ、そばかすなどはコンシーラー、フェイスパウダー、コンシーラーの順番で仕上げにもう一度コンシーラーを重ねて使用するとカバー力も上がります。こちらでメイクの完成です。両方ともコンシーラーを使用して、クマ、ニキビ跡、赤みカバーをし、涙袋、リップ、アイブロウの輪郭を強調させて仕上げています。クマやニキビカバーなどにお悩みの方には、ぜひ取り入れていただきたいコンシーラーの使い方になりますので、お悩みの部分に合わせてお試しください。こちらのチャンネルでは、おすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでもメイク、コスメについて更新しているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。